はい、ここまでのご視聴ありがとうございます。投稿者のタクと言います。今回はアイスのスーパーカップを使ってスコーンを作ってみました。私はね、よくアイス好きで食べるんですけど、スーパーカップの蓋開けたところにね、よく書いてあるんですよね。スコーンを作れますみたいなの。で、それは知っていたので、前々からね、ちょっと興味はあったんですよ。だからどんな感じになるのかなと思って、ちょっと今回実際に作ってみました。基本的な作り方としては全部公式ホームページとかに載ってるやつを大体そのまま使ったんですけど、チョコレートだけはねちょっと分量がそんなに計量今回しなかったので、家に余ってるやつをねちょっと適当に加えただけなので、チョコレートの分量としてはね多分公式に書いてあるレシピ的にはもうちょっと多めに入れるっていうことだと思うんですけど、今回はちょっとねそこだけは無視して作りましたけどね。あとはレシピとしては、オーブンで20分焼くっていうレシピだったんですけど、ちょっと今回30分に変更して作ってます。これはちょっとうちで使ってるオーブンがちょっと焼けムラがあったりだとか、どうもね他のレシピもレシピ通り作った時の焼けが悪かったりとかっていうのがあって、いつもねちょっとなんか
設定温度より低いような感じがするんですよ、使ってて思うんですけど。っていうのもあって、今回は本当だったら20分って書いてあるところをちょっと長めの30分に変更したわけなんですけど、割と良かったんじゃないかな。表面がすごくサクサクで、持った感じとかね、切り分けた感じからもわかるんですけど、実際に食べてみてめちゃめちゃね、表面がサクッとしてて香ばしい感じだったりとかで、焦げとしてもそんなにすごい焦げたっていう感じもなくてね、とっても良かったんじゃないかなと思います。これ食べた時ね、出来たてで食べてるんですけど、すごいね、匂いもね良かったし、チョコレートもね、焼きたてだったんでちょっととろけた感じになってて、味としてもねめちゃめちゃ美味しかったですね。基本的にアイスとホットケーキミックスとチョコレートで、特にそれ以外の甘みとかは加えてないので、今回、ちょっと甘すぎないチョコレートを使ったっていうのもあって、全体的に甘さは控えめになってたかなと思います。とってもね、食べやすくて、紅茶ともよくあってね、すごい美味しかったですね。アイスの種類によって、やっぱりバニラよりもキャラメルチョコチップ味の方が、甘さがね強い、ちょっとほのかにキャラメルの香りがするぐらいな感じで、甘みがねより強く味わえたような感じで、使うアイスの種類によってもね味がちょっと変わってくるのかなというような感じがしました。ちょっと今回失敗したというか、途中でテロップにも入れたと思うんですけど、アイスを加えるタイミングで、本当だったら溶かした状態で入れるっていうことだったんですけど、ちょっとなんかめんどくさいからと思って溶けかけのアイスをそのままね、ボンと入れて、ホットケーキミックスと混ぜたりしたんですけど、あの時にね、多分混ぜすぎたのもあって、ちょっと粘り気がね、出てきてしまって、その後形を整えたりするのにちょっと手こずったりとかっていう部分があったので、作られる際はね、アイスはしっかり液状になるまで溶かして加えてサクッと混ぜてっていうのがね、多分いいと思います。その粘り気が強くなると形を整えるのがすごく大変になってきてですね、ひっつくので、そのせいもあってですね、今回スコーンかなり一個一個が大きい感じになってっていうのもあって、包丁で最後切り分けて食べたんですけど、ちょっとね、もうちょっと小さく本当はしたかったんですよね。膨らむっていうのも分かってたし、それは分かってたけど、ちょっと粘り気が強すぎてね、小さくできなかったので、ちょっと無理やり強引に形を整えたっていう感じだったんですけど、なので皆さんもし作られる場合がありましたら、そういったところ注意してもらえたらいいんじゃないかなと思いました。はい、というわけで今回は、アイスのスーパーカップを使ってスコーンを作ってみました。本当にね、材料として使うものがとってもシンプルで、計量が必要なのがバターぐらい。ちょっとチョコレートはね、人によってだと思いますけど、ただチョコレートの量とかは好みで全然ね、調整してもらえたらいいかなと思うので、本当に測るのがバターだけで、とってもね、作るのも簡単で、スコーンを作る手間を考えるとね、全然ね、普通に作るよりもとっても簡単に美味しく作れたので、良かったかなと思います。私は結構紅茶が好きなので、お茶菓子とかはねよく作るんですけど、スコーンがねこれだけ簡単にこのクオリティのものが作れるんだったらね、今後もちょこちょこ作りたいなと思いました。あとは今回使用したホットケーキミックスがちょっとかなりねちょっと安いものだったんですよ。実はね同じ量で値段倍額するぐらいのものとかもあったんですけど、ちょっと安めのホットケーキミックスを買って作ってみたんですけど、この辺もねホットケーキミックスをどんな種類のものを使うかによって若干味も変わってくるんじゃないかなと思うので、ちょっと今後また作る機会がありましたらね、そういったところもね変えてやってみたいなと思ったし、あとはスーパーカップのねアイスもいろんな味付けがあって、味が変わるので、抹茶味とかでもね公式のレシピに出てますけど、そういったものもねまたちょっと作ってみたいななんて思いました。というわけでね、皆さんもし興味がありましたら、どうぞご自身で作ってみてください。普段からこんな感じで雑にゆるい料理の動画やお菓子の動画を投稿しておりますので、興味持っていただけた方おられましたらね、ぜひ他の動画も見ていただけると嬉しいです。というわけで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。